こんにちは、ミルです。以前コメントでなぜ和という字を使うんですかという質問をいただきました。和式とか和食とかね、なぜ和を使うんですかという質問です。今日はそのお話をします。まず、昔の日本は日本という名前ではなくて和という字を使っていたんです。その前はね、和なんですけど、この和という字を使っていました。これは中国が紀元前、日本のことを和と呼んでいたそうで、それでそのままね、日本でも使っていたんですが、奈良時代、710年から794年の中頃ですね、和という字に変わっていったそうです。はい。なので、日本はもともと和だったんですね。はい。じゃあどうして今和を使うのか。例えば和食、和菓子、和服、和式、和室、和風とかね、いろいろありますよね。これはね、外国から日本にいろいろ入ってきた頃に、日本のものと区別をするために作った言葉のようです。はい。特にね、西洋からいろいろ入ってきたので、日本という意味の和と西洋の洋ですね。これはね、ついで使われることが多いんですよ。例えば、和食の反対は洋食。和菓子、洋菓子。和服、洋服。和式、洋式。和室、洋室。和風、洋風。こういう感じですね。はい。で、和というのはさっきね、話したように、もともとの日本の呼び名です。ずっと昔からあったんですね。ということは、和というのは、日本の伝統的な文化とか、日本人の精神性とか、そういうものも表すことができますよね。そうやって考えてみると、例えば、日本食と和食の違いも分かってきますね。日本食というのは、日本で食べられている食べ物です。例えばね、外国から入ってきたものを日本人の好みに変えた食べ物たくさんありますよね。カレーとかラーメンとか、こういうのも日本食です。なので、さっきね、和食と洋食って言いましたけど、洋食も日本食の中の一つなんです。はい。じゃあね、和食はというと、昔からある伝統的な食べ物のことを言います。特にね、昔からある発酵調味料。カツオとかね、煮干し、昆布、椎茸とかね。こういうのを使って取った出汁を使ったお料理とかね。さっきね、言いました発酵調味料を使ったお料理。こういうのをね、和食と言います。私がね、和食と聞いて想像するのは、ご飯にお味噌汁、煮物、お漬物などですね。はい。じゃあね、洋食というのは、主に西洋の料理です。外国から入ってきた料理に西洋の洋をつけて洋食ってしたんですけど、例えば日本でね、洋食といえばパスタ、ハンバーグ、シチュー、オムレツとかね、こういうの洋食です。で、例えばね、パスタ。パスタは洋食なんですけど、和風パスタというのもあります。それはね、お醤油味のパスタです。さっき言いましたね。伝統的な発酵調味料を使ったものがね、和になりますから、洋風のパスタにお醤油を使うことで和の味、日本の味になるっていうことです。なのでね、和風パスタという名前がついています。その他にも和風サラダ。サラダは洋食です。だけど、お醤油とか
お味噌とかね、こういうのを使ったドレッシングをかけることで味が和になるんですね。だから和風サラダ。面白いですね。和風ハンバーグもありますよ。これね、私大好きなんですけど、ハンバーグのソースがお醤油味だから和風ハンバーグ。ハンバーグにシソというね、これ日本のハーブになるのかな？シソというね、葉っぱを乗せて、その上に大根おろしを乗せて、さらにお醤油で作ったソースというかタレかな？かけるんです。これでね、洋食のハンバーグが和の味になるんです。だから和風ハンバーグ。美味しいですよ。反対にね、和食に、和食を洋風に作ることもできます。例えば、肉じゃが。肉じゃがはね、和食ですね。美味しい。これにバターを使うことで、洋の味になるので、洋風肉じゃがっていうのがね、できるんです。はい。面白いですね。で、和風はね、食べ物だけじゃありません。例えば、お部屋。日本でお部屋を探すときに間取り図を見ます。そこには和室、洋室って書いてあります。和室というのは畳のお部屋です。畳も昔からの、日本の伝統のものですよね。で、洋室というのはフローリングとかタイルのお部屋です。で、例えばね、洋室を和風のインテリアにするという使い方もできます。反対に、洋室に日本の伝統的な家具を使うことで和風の部屋にすることができます。はい。面白いですね。和室のお部屋にベッド、椅子、テーブルなどを置いてね、洋風のお部屋にすることもできるということです。はい。どうですか？和の感覚伝わりますか？あとはね、和菓子ですね。日本のお菓子はたくさんあります。チョコレートもクッキーも日本のね、お菓子です。いや、これ日本でできたお菓子という意味ではなくてね、日本で食べられているお菓子です。だけど、和菓子というのは昔からある伝統的なものということになりますね。美味しいですよね。大好きです。あとはね、和式ね。和式と聞いて、多くの日本人が連想するのはトイレですよ。はい。和式イコール日本で昔から使われている便座がないトイレね。と思ってもらっていいと思います。しゃがんで用を足すトイレですよ。用を足すっておしっこ、うんちをするってね、用を足すって言うんです。はい。で、和式の反対が洋式ね。なので、どこかね、お手洗いに行って、個室のドアのところに和式と書いてあれば、しゃがんで用を足す昔ながらのトイレです。洋式と書いてあれば、座って用を足す便座があるトイレということになりますよ。はい。ということで、和というのは、もともと日本を表す言葉だったんですね。そして、日本に外国、主にね、西洋からいろいろと入ってきたときに、和と洋という言葉を使って、日本のものと西洋のものを区別をしたのが理由なんですね。このね、なんで和を使うんですかっていうね、質問の答えが、今話した通りですね。はい。では、またいろんな質問をコメントに残してくださいね。じゃあ、バイバイ。